こんにちは、あおいです。今日は保育園でも大人気の焼肉丼のレシピをご紹介していきます。もう焼肉って聞くだけで美味しそうですよね。私が焼肉大好きなのもあるんだけど、これは野菜も一緒に炒めて、さらにねお肉の焼肉風の味付けで仕上げていきますので、お子様も本当によく野菜も一緒に食べてくれるレシピです。とても簡単に美味しく作れますので、ぜひ、忙しい時にもね特におすすめなので、皆さんも作ってみてください。それでは早速作っていきましょう。葵の給食室。今日使う材料は、まず豚ロースを使います。普段は豚もも肉をね使いますってご紹介してるんですけれども、豚もも肉は基本的に低脂質高タンパクで、あと価格もね割とリーズナブルなので購入しやすいということで、基本的には豚もも肉使うことが多いんですけれども、豚ロースは豚ももとちょっと違って油がねそれよりもちょっと多く含まれてます。なので身が豚ももよりも少し柔らかくて、であと価格もね若干豚ロースの方がちょっと割高になりますので、脂質のバランスとかあと価格とかでね余裕がある時は、時々豚ロースに変えたりすることもあります。とそれから野菜は玉ねぎと人参とピーマン入れていきます。とあと味付けは今回お醤油とお酒、それからお砂糖とお塩と、いつもだったら生姜のすりおろしをして生姜の絞り汁使いましょうって言ってるんですけれども、今回はもっと簡単に作れるように生姜のねチューブ使います。こういった普通のチューブを使っていただいて大丈夫なんですけれども、いつも使っている生姜汁と比べると結構ダイレクトにね辛みが伝わりやすいんですね。なのでお子様はちょっと辛みがね苦手ですので、生姜チューブ使うときはだいたい生姜汁の半分ぐらいの量を入れていきます。なので本当に風味付けという形でちょっと使います。とあと白ごまを使っていきましょう。あと1個忘れてました。あとごま油ね、ちょっとこれだけ大きいんだけど、ごま油でね炒めていきます。今日はね焼肉になりますので、こういったねごま油がすごくね相性が良くなります。それではまず豚ロースに味をつけていきます。で基本的に保育園ではお肉をね自分たちで切るってことはしないんですね。衛生管理上あまりお肉を触ってる時間を少なくしたいので、お肉屋さんに基本的に頼むんですけれども、今回はお肉を切るところからやります。だいたいですね1センチ幅くらいにカットしていきます。お子様って豚肉結構噛み切りにくいので、なるべく小さくカットするのがおすすめです。歯がねだいたい生え揃えてきたぐらい、3歳ぐらいの時期からはもう少し大きい3センチぐらいの幅でも食べられるんですけれども、まだ 1,2 歳児のお子様は噛み切るのが難しいので、豚肉は1センチ幅に切っていきましょう。もうねハサミでザクザクザクっと切っちゃって大丈夫です。包丁とまな板使うとその、ね、お肉専用のやつ用意しないと衛生管理がねちょっと難しかったりするので、もうハサミでざっくりいきましょう。そしたら豚肉に味をつけていきますので、ここに調味料を加えていきます。お醤油とそれからお酒です。お肉の臭み消しですね。お酒とお砂糖、甘みも加えていきます。生姜のチューブですね、チューブを入れていきます。お好みでねニンニク入れてもすごく美味しくなりますので。あとそれから白ごまも振りかけていっちゃいます。と今回はお塩を使うんですが、お塩はねまだこの時点では入れません。最後の、味の調整役になりますので、お塩は入れずにねそれ以外のものを入れてまず揉み込んでいきましょう。もうこれだけ揉み込んで焼いても美味しいぐらいけど皆さん多分野菜を一緒に取ってほしいっていうのが一番の願いだと思いますので、こういうね焼肉丼とかねなんとか丼みたいな感じで、お子様が特に食べ進みがいいものは野菜食べてもらうチャンスなので、ピーマンとかね人参とか入れるのがおすすめです。そしたらこの豚ももは一旦15分ぐらい寝かせて味をなじませておきます。その間にね野菜切っていきましょう。では野菜を切っていきます。玉ねぎは芯を落としたら、そしたら半分の長さの薄切りにしていきます。玉ねぎはね結構柔らかくなって噛み切りやすいものなので、若干分厚めでも大丈夫です。よし。とそれから人参は細切りにしていきます。今日はねちょっと形状がもうこういう形なんで、いつもと違う切り方で切ります。
今日は人参と玉ねぎとピーマン一緒に炒めちゃうので、同じところにねもう全部バッとまとめて入れてしまって大丈夫です。ピーマンも細切りにしていきます。まずヘタ取ったら種を取っておきます。そしたら細切りにするんですが、ピーマンはこの縦のラインに沿って繊維が入ってまして、この繊維通りに切ると苦味が出にくくなります。逆に断ち切るように切ると苦味が出やすいので、千切りとか細切りにする場合はこの縦のねラインに沿って切るのがおすすめです。ただ私が勤めた時はピーマン嫌いな子ってあまりいなくてなんか本当によく食べてたから、なんかよく子供がねピーマン嫌いっていう風に聞くのが本当なのかなってなんかちょっと疑ってる時がある。ピーマンに限らず割とね何でも食べてたんですよね。本当になんか作っても足りないんじゃないかってぐらい食べてました。そしたらピーマンはねこの長さ半分の長さにしておきましょう。あとはねもうバンバン炒めていくので本当に簡単です。ではまず野菜から炒めていきましょう。フライパン中火に熱します。そしたらごま油引きましょう。ごま油温めていきます。ごま油温まったら人参、ピーマン、玉ねぎ全部一緒に炒めていきます。野菜はねかなりたっぷり入ってますけれども、ゆっくり炒めますのでかなりしんなりしてこのかさが減るのでねすごく食べやすくなります。そしたらしんなりするまでまずね中火で炒めます。途中でね弱火に変えていくんですが、最初は中火でガンガン炒めていきましょう。だいたい中火で 2,3 分炒めてくるとかなり焦げやすくなってくるので弱火にしていきます。目安はこのパチパチっていうね音に変わってくるんですよ。ジュージューがほら今パチパチって結構ね音がいってると今いいタイミングになってくれたそうすると焦げやすくなりますので弱火にして、でさらにねしんなりするまで炒めましょう。この玉ねぎの辛み、それから人参の苦味っていうのはこのシャキシャキがね残ってる間はかなり強く残りますので、お子様がかなり食べにくいです。で野菜やっぱりねいっぱい食べてほしいって思うと思うんですけど、その一番のコツはじっくりと炒めて野菜本来の甘みをねこう濃縮させるってことですね。なのでなるべく水分を蒸発させて、でさらに辛みもね一緒に飛ばしてしまって、で本来の甘みをどんどん引き出してあげるっていうのが一番食べてくれて、さらに薄味でも美味しくなるコツです。私流一番の一押しポイントなのでぜひやってみてください。全然甘みがね変わってきます。私が保育園勤めてて、でこういうのって土曜日にね作ることが多いんですけど、土曜日って一人調理なんですよ。なのでいろんなことを一人でこう同時進行でやらなきゃいけなくて、そういう時にやっていたおすすめの方法があります。でこうやってねずっとじっくり炒めなきゃいけないんですけど、なかなかここにずっと立ってられないという時は本当に少量なんですけどお水を入れて、で炒め、煮るみたいなイメージですかね。ちょっとこのまま置いておくと、野菜も柔らかくなるし焦げないでね放っておけるので、忙しい時はちょっとお水加えて、で他のことやって、で最終的にこの水分もねしっかり一緒に野菜の水分と飛ばしてしまえば仕上がりはべちゃっとしないで美味しくできますので、こうやってやると、ご家庭とかでも私結構よく炒めましょうって言ってるんですけど、なかなかね同時進行でできない方もいらっしゃると思うので、ぜひそういう方はこうやってちょっとね煮込むみたいな感じのイメージで炒めてください。先ほど入れた水分もしっかり飛んで、野菜のね傘もだいぶ減りました。そしたら今ねだいたい15分ぐらい炒めてます。そしたら先ほど下味つけた豚肉を入れて炒めていきます。で豚肉ね結構この固まってるんですよ。調味料つけても煮込んだので。なのでこの豚肉はほぐすようなイメージで炒めていきます。でお子様用のピーマン入りの炒め物とかは色がねだいぶくすみます。それぐらいを目指して炒めると苦味がなくなるので、色がね残ってるうちはまだ苦いと思ってくださいなのでサムネ映えは絶対いつもしないんだけど、いや美味しそうな匂いしてるなこの生姜の香りがねすごいしてきますね。
玉ねぎ柔らかくなるんで太めで平気ですって言ったんですけど、さすがに今日ちょっとね太く切りすぎてなんかちょっと大きいのがところどころにいるんだけど、だいたい1センチ幅くらいがベストな幅ですなんか2センチぐらいのがいる。ここまでね炒めちゃえば傘がだいぶ減るので、意外とお肉ばっかり食べてるような感じなんですけど、野菜をしっかり食べられるという焼肉丼です。豚肉の色が変わったら最後にお塩で味を調整していきます。今回ね分量かなり少ないので少々って書いてるんですけど、だいたい 0.7g ぐらいなんですね。で少々っていうのって結構人によってまちまちで 1g 前後人によってはね 1.5g 入っちゃったりとか、人によっては0. 何 g だったりとかって結構差があって難しいので、お塩最後仕上げで入れるときはちょっとね味見しながら調整して入れるのがおすすめです。なかなか大量調理とかだとねしっかり測れるぐらいの分量なんですけど、ご家庭だとどうしても量が少なくなっちゃうので、いやーいい匂いしてる最後お塩を振りかけてからだいたい1分くらい炒めて味が馴染んだらもうこれで完成です。あとはねご飯にのせていただきましょう。葵の給食室。給食嬉しいな、なんでも食べましょうよく噛んで、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。うわーお腹すいためちゃくちゃ美味しそうな匂いしてる。いただきます。書き読みたいぐらいだよ美味しい。書き込んで食べたい。大満足です。美味しい薄味なんですけどちゃんと焼肉風の味がしていて、本当にご飯がすごい進みます。でこういうのはね特に土曜日の人手がいない時ね、先ほどもお伝えしたんですが、一人調理の時とかにこういうのを出したりします。でこれ1個でタンパク質もビタミンもしっかり取れるので、特にね忙しい日とか、あと休日でね作るのが億劫だなみたいな日はぜひぜひこの焼肉丼作ってください。もうさ笑いが止まんないぐらい美味しい。で最大のポイントは野菜をねしっかり炒めるってことです。なかなか15分炒めるのって大人の方のね野菜炒めだとないので大変だとは思うんですけれども、もし大変だと思った方は先ほどみたいに途中でお水ちょっと入れて、炒め煮るみたいな感じにすると、時間もかなり短縮できますし、あと放っておけるので忙しい方はそうやってねやってみてください。それでも十分美味しく仕上がります。基本的にこういった土曜日に出すものは簡単だし、あと子供がね本当によく食べてくれるものばっかりなので、また皆さんがもしもっと見たいっていうねお声がたくさんあったら、もっともっと土曜日のメニューもねこれからたくさんご紹介していきますので、ぜひ皆さん作ってみてください。YouTube メンバーシップのお知らせです。メンバーシップに登録すると毎月保育園にお送りしている献立葵の献立表の閲覧、限定生放送や食育講座への参加、未公開レシピ動画の閲覧など他にもたくさんの特典をご用意しています。葵の献立表のサンプルやその使い方、メンバーシップの登録については概要欄のリンクをタップしてください。皆さんのご参加お待ちしております。生放送でもたくさん交流しましょう。